さんこんばんは。ようこそミッドナイトスナックブラッド&ストーリーズへ。夜にぴったりなスリルと好奇心を満たすほんのひととき。ホストは私、加田聡と桐山和久と角真也です。この番組は YouTube で配信中のバンピリックオーディオミステリー X&B がお届けするオカルトミステリーポッドキャストです。世界各地の不思議にまつわるミステリアスなトークをオーディオドラマ X&B の最新エピソードとともにお届けします。夜更かしのお供にちょっと刺激が欲しいあなた、僕たちと一緒に楽しい時間を過ごしませんか？それでは始めていきましょう。ミッドナイトスナックブラッド&ストーリーズ、最後までごゆっくり。ミッドナイトスナックでは世界のオカルトをテーマに僕たちがおしゃべりをするトークパートブラッドエディションとドラマチックで謎に満ちたオーディオドラマが楽しめるストーリーズエディションを交互にお届けしていきます。今日を含めた最初の4回はブラッドエディションの特別編成。まずはミステリアスなトークを楽しみながら X&B や私たちのことを知ってもらえたら嬉しいです。はい、よろしくお願いします。お願いします。いや、これご覧になっている方は、はいもしかしたら我々のことを初めてうん、ね、顔面見るっていう方もいらっしゃるかもしれませんけども、顔面ねはい、はい、自己紹介していきますか。いきますか。あ、どうぞ。どうぞ。じゃあ私からいきます。はい、はい、X&B で X 役を務めさせていただいております加田聡でございます。はい、最近はね、うんちょっとピクルス作りにハマってまして、ピクルス作り。もういろんなものをつけて、でお酢につけて砂糖入れて塩に入れるだけのものとか、はい。ローリエ入れてみたりとかほう白ワインでやってみたりとか、いろいろ楽しんでいるところでございます。はい。最近ハマってること急にどうしたの？俺も急にな、うん言わなきゃいけない今パッて見て、うん最近ハマってることって何やろと思った時に、自分の中で今ピクルス作ることにしか興味がないから、それしか興味がない。いやそこだけ。なんかほんまの意味での、なんか自己紹介、ただの自己紹介して自己る紹介ってなんだろうって思うぐらいのっていう感じになってますけどもね。なるほどはい、はいよろしくお願いします。お願いしますはい、お願いします。どうぞ。はい、X&B で B ことビョルンをやっております桐山和久です。ね、最近ハマってることですかね。はい、最近ハマってる最近ハマってることなんかあがるんですか？あるんですよ。はい。僕部屋の整理整頓にめちゃめちゃ凝ってまして最近。凝る。はいはいちょっとその部屋が手狭になってきちゃいまして、うんうんやっぱりこう僕すごくオタクなんでね、はいすごいグッズを集めるタイプのオタクなんですよ。なるほど。はいはい。なんでやっぱさすがにちょっと手狭になってきてしまったなということで、は収納方法とかをおう。いろいろ工夫してよりスペースを有効活用しようと思って、いろいろ最近その収納の仕方変えてみたりとかして、はいうんいろいろやってますね今。すみさんでもそういうの最近やられてるじゃないですか。うん。宙に浮かしたりしてますよね。なんかいろんなものを。ちょっと頭痛くてわかんないちょ。っと待ってくださいよ。終わりたいんですねやめてもらっていいですか？ちょっと待ってくださいよ。うん DIY に凝ってるって言ってたじゃないですか。結局でも物って下に落ちるからね。なんか作りが甘いみたいな。いやいやいや DIY いや、物って結局さ、うん溢れていってうん物を集めてたら、うん。わかるかな？物を集めるって感覚。いや僕は集めたりはしますけど、うん僕基本的にやっぱ物多いの好きじゃないんで、あーあんま2人みたいな収集癖はないかもしれないです。そうですね癖って言われた。そううんちょっと送りつけなあかんかなって。送りでも DIY の方法とかすみさんにアドバイスもらったりとかしたらね。いろいろ壁にね穴を開けるんです。うわーリスクはい、壁にね穴をグググガガ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 ってリスク。穴賃貸開けていって、そう。賃貸物件。はいすみさんどうぞ。はいはい、角真也です。ブロードグリム役やっております。ははいい、よろしくお願いします。私ハマってること今2人やってたで。あの急に今テロップ出されたみたいな。ハマってること？いや、うん僕ね最近はもう怪談を聞きながら寝てます。おーいいですねはい、もう何も怖くない。何も怖くない。あくまで BGM ですから、ね。もう本当に家でね、もしかしたら矢なりとかねしてたらみんな怖がるかもしれないですけども、はい。もう一切怖くないです。なんでなんですかそれは。バチ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 音が鳴ってもですね、音鳴らすぐらいか寝よちょっと待ってください。なるんですか？う。そもそもね。結構鳴らん？
まずなる前提なのかちょっと不思議なんですけど。多分階段聞きすぎて、うんちょっとしたことでも全部そっちに繋げてしまってるんじゃないですか。でも寝れますよ。寝れるならよかった。寝れるならいい全然ですけど怖くないですよ。はいこれはいろいろはい。ちょっと僕たちのことを知ってもらえたんでしょうか。いやわかんないです。これいや必要な情報だったかな今。どういう人間なのか分かってもらえないかもしれピクルスないですけど。作ってる男がおるからな。収集癖とピクルスですよ今そう情報が。そうですね。収集癖ピクルス階段。いいの今こんなんで。こんな人間たちがやっております。はい。よろしくお願いします。はい。では、ウォーミングアップはここまでということで、ここからはオカルトとミステリーをスパイスに、夜のスナックタイムを一緒に味わっていきましょう。はい。この番組では、世界のオカルトやミステリーをテーマに、気になる話を深掘りしたり、あれこれ語っていきたいわけですけども、はい。このオカルトなんですけど、うんそもそもこれをどういったことをオカルトというのかっていうのを、うんいまいち僕分かってないんです。結構漠然としたうんはい概念って感じですねオカルトそうっていううとそそうそうね。何がオカルトなのか。まあ自分たち人間の範疇じゃ考えられないことなんじゃないの？もう常識では計り知れないようなうんことをそう言うっていうことですか。だからヴァンパイアはい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 。もそうやし、ん超能力もそうやし、うんあ、超能力も超能力もそうやろ。そうか確かにそうなんや。ユーマもそうやろ。あ UFO もそうやろ。あ、UFO もそう。ああ。未確認生命体とかそとかうなのもうそこらが。辺もそうなんじゃない？それがオカルトっていうジャンルってか。そうそんなやね。感じになる漫画やとそうやね。漫漫画やと情報源漫僕らが知画でしたってるっていうところでは。そうですね。 MMR っていう昔漫画があって。懐かしいな。テンション上がってしまったね。やめなさいよ。うんじゃあホラーは？ホラーホラーはもうはもう怖がら怖けとかねそう怖がらせるそういう人ことじゃないですかじゃないの？怖がらせることを前提にしたものをうんホラーというんですか？いなんじゃないですか？やじゃあホラーは嫌いだ。あほんまにビビりやもんな。ホラーは嫌いだ。ほんまにビビり。怖がらせたいっていうのをうんメインにして、なぜこっちにそれを押し付けてくる必要がある？いやそれ求めてる人がいるからよ。そういうことですね。見たくなきゃ見なきゃいいじゃん。見てないよ。だから見せようとしてくるやつらがいるんですよ。極論そういう見ことです。せようとしてはいくる人がいるんですよ。誰だよ。おめえだよ。両サイド怖両サイド怖。桐山君はどうなの？僕そうですね結構都市伝説とかはうん好きでよあーくそういう番組とかうん YouTube とか見たりはするんですよ。はいはいただなんかホラーってなってくるとなんかこうちょっと面白がっちゃうところがあるんであそうなんか怖いものに対してなんかちょっと防御反応なのかわかんないですけどはいはいはいなんか面白いなと思っちゃうんですよね。ちょっと度が過ぎてるね。度が過ぎてますね。度が過ぎてるね。そうなんか怖いものがうん怖いイコール面白いがつながってきちゃうんで、だからは僕結構お化け屋敷とかもあ。行くは行くんですけど、うんみんなキャーとかなるじゃないですか、うん僕結構ゲラゲラ笑いながら回ってるタイプなんですよ。雰囲気ぶち壊しじゃないそうなんですよね。これ本当に良くないと思ってて。逆に周りの人からしたらうんお化けと思われてる。逆に笑い声が聞でこえてくる。もごめん俺もやわ。いた仲間いた。何やこいつら。ごめん厄介すぎませんか？ずっと笑ってるかそうもしれない。お化け屋敷面白いっていうタイプです。面白いの？面白いです。それは何？うわ、こんなん出てきたやん。これで怖いと思うんっていうことで面白いってことまあどっちにしろあいつら何もしてけへん。あいつらっていうぶち壊しや最低。誰かがいる前提でね。じゃあもうホラーとかって怖がらせたいをメインにするものはそうやけど、オカルトとかもう自分じゃ考えられへん現象そうですね。とか未知のものとか未知のものは好きやな。大好きです。どっちも好きやん。だって未知のものやったらさ、何してくるかわからんやん。自分にどんな危害があるかもわからんやん。そんなん人もそうやん。もう生きとし生けるものねうん全てそうですからね。そうやんええ結局これ帰結するのってうん人が一番怖いっていう話になってくるんですよ。そうなっちゃいますけどいやでもうんそのうんなんていうの超常現象とかってさ、うんうんそんなめったに起こらんから。あーそんなめったに起こらんからっていうか会ったことある？いやーそうねそうね、やろ？超常現象でしか考えられないこととかってでもあったりせえへなんやろ？ん。なんかさ超常現象全然誰もおらんうん一人の部屋やのにうん何もしてないでうん窓も開けてないのにいきなり物が落ちるとか、ガタンとかあるやんポルターガイスト的なことですよね。あんなんはビクってなるやん。なんで落ちたん今みたいな。バランスじゃない？どうやら僕の左にニュートンがいる。そのバランスはなぜ崩れたのとかあるやん。いやだって今まで奇跡的やったけどちょっと
俺一個思い出しました。俺この前家の洗い場、はいはいなんていうんですか、シンクシンクの上に棚があるんですけど、はいはいその棚がいきなり外れて全部落ちたんですよ。危なっ。棚ってどんな棚？普通にバタンって開けて、でその中に板があるんですけど、はいはいはい。その板ごといきなりやで寝てたらガシャガシャガシャって言って全部棚のが崩れて、危なっ。マグカップお気に入りのやつ4つ割れた。4つで済んでよかったです逆に。逆にそれは超常現象じゃないんですか？これ超常現象です。あなた解明不可ですからね。あなた結構あるんじゃないですか？もしかしてちゃんと身をもって経験してるじゃないですか。怯えたよその部屋大丈夫？めちゃくちゃ怯えたよ。怖っ。管理会社に電話したら、なんでですかね。何かされました？いや知らないんですよ。自損ですか？いや自損。いやこういうね、来ましたね。めちゃくちゃ生々しい話してますけどね。もうちょっと君の部屋一回検証しに行こう。確かに何かあるかもしれない。この番組で嫌ですけど。はい。いや本当に。これオカルトの話としてまとめていいですか？オカルトでしょうね。本当ですか？何これでずっと終わる、なんか解決策が導けないものがオカルトなんじゃないですか。ああ、そういうことでなんか怖くなってホラーってなったのがホラーなんですよ多分。言い方が面白かった。ホラー怖かったじゃん、怖がらせに来てるじゃん。そうホラーでホラー、多分そういうことです。いやそういう。多分そういうことです。最終的にホラーって言っちゃったらそれはもうホラーです多分。なるほど。はい。いや言うか？言うんじゃないですか。ホラーって怖がらせに来てるっていう。それ自分らだけですよ。お二人はそれが好きやから。ごめん、俺ホラーとは思ってないから。急に割れた、急に壁ができちゃった。ちょっと急に壁できちゃった。親父ギャグやめてもらって。なんか親父ギャグで盛り上がってる二人見てたら、はしご切ったやん。すごい冷めてきたから。怖めちゃくちゃ怖い。嫌な気持ちになってた。そんな恐ろしいことあります？なんか好きな作品とか、でも辛くはないわな。いやちょっと分からへん。どんなものがある？だからリングとかああいうの見えへん。あれでもホラーやな。リングはホラーじゃないですか。そうやね。なんか多分オカルトって言ったらなんやろうな。昔の作品でいうさ、昔日本の雑誌で連載された地獄先生ヌーベイ。あれはホラー。ホラーじゃないですかね。ホラーとコメディ。面白いのもたくさんありましたけどね。オカルトな。オカルトのテーマにしたその超常現象とか。いやでもドラマとかやったら X ファイルっていうのがあったけどね。まさしく UFO を探したりとか、なんか未知の生命体が襲ってきたりとか、懐かしい。結構やってたからああいうのも好きやったけどね。物語シリーズは？物語シリーズは化け物語とか。僕ミリ集です。小声で言うな。ごめんなさい。小声で言うな。でもあれだってなんか怪奇そうですね。現象とかそんなんが起きたりとか。確かにオカルトなのかもしれない。ありますけどね。桐山君何かありますか？ないです。ないです。いや今話しながら何か今まで見た作品とか好きな作品であったかなと思ったんですけど全く見当たらなかったです。なかったですね。じゃあそういう作品にあんま触れてこなかったっていう。触れてこなかったかもしれないですね。じゃあホラー作品の方はどうなんですか？ホラーだと結構やっぱ映画とかを見るの好きなので、それこそ最近だと変な家っていうなんかちょっと話題になってたやつですけどね、ああいうのとかも見ましたし、あと如月駅とか、あれもオカルトには入るんでしょうけど、映画の方向性としてはホラーなのかなっていう感じだったので、ちょっと面白かったけど、ちょっと面白かったんですよね。やっぱり後半で面白かったんで。おすすめですか？おすすめです。僕2回見に行きましたもん。2回も見ました。いいと思うね。面白かったんで。いいと思うって。2も出るし。やります。続編決定してるので。急に映画とホラーの話になって意気揚々と知ってる話だけは堂々とできる。堂々とできますね。いやでも我々からしてはやっぱりオカルト、ホラーっていうものは違ったジャンルに感じるもので、やっぱ2人は好き。僕はどっちかというと苦手っていう感じですけど、皆さん見られてる方はどうなんですかね。そうですね。オカルトホラーはお好きなんでしょうか。もしなんかおすすめとかあったら教えてほしいですね。特に僕らオカルトの作品ってあんまり知らない疎いってことなので、ぜひなんかおすすめあったら教えていただきたいと思います。さて
今回のミッドナイトスナック、そろそろお開きのお時間でございます。あっという間でしたけども、いかがでしたか、すみさん。初めて初回ですけど。初回だからやっぱり硬いね。そうですね。そうね。この後ですよ。空気感をね。空気感ね。まあ深夜2時なんでね。そう、これお届けしてる時間が皆さんにとっては遅い時間。我々もちょっと眠たいんかもしれない。なるほど。朝ですけどね。朝昼間です。今はあんまりそういうこと言わないで。夜中なんですけどね。夜中の2時に撮ってるんですけども。そうですね。まあこの気だるい感じでやるのか、もうちょっと元気いっぱいやるのか。それは方向性ちょっとね、今後どうなっていくか。次回決めていきましょう。次回初回は一旦さておき。もうちょっと初回ちょっと分かんなかった。はい。桐山君どうでしたか？そうですね。もう時間無視していいよと言われたんでめっちゃ無視しまくって喋ってますけどね。この後2回目3回目とどうなっていくのか、若干不安の残りつつ、ただ本当喋りたいこと喋っていいんだなということで、そこは若干気が楽になっております。そうですね。全然喋っていい。もしかしたら取り直しかもしれないですから。怖いですね。それこんだけ喋って1回目取り直しめっちゃ怖いですねそれ。ドキドキしながらジャパンいけないですけども。そういうことですね。いやでも初回の4回は特別編ということでお届けしてるんですけども、この4回でどんな感じかというのを掴んでいただいて、皆さん一緒に楽しんでいただければと思いますけども、最後に番組からのお知らせです。はい、この番組ではリスナーの皆さんのメッセージを募集しております。感想はもちろん、あなたの知っているオカルトストーリー、都市伝説、オリジナルの怖い話などぜひ僕たちに教えてください。投稿はハッシュタグ X&B をつけて X、インスタグラム、YouTube のコミュニティでシェアしてください。この番組を気に入ってくれたら高評価&フォローもよろしくお願いします。それではまた次回のスナックタイムでお会いしましょう。皆さん良い夜を。おやすみなさい。